今回は先日アートリア社から発売されましたソフトウェアシンセサイザーピグメンツの解説を行っていきます。ピグメンツはサウンドを柔軟にコントロールするための多種多様なオシレーター、フィルター、モジュレーションソースなどが用意されています。これに加えてフレーズを作成するシーケンサーやアルペジエーター機能、エフェクト部分ではインサート6スロット、センド3スロットの合計9つのエフェクトスロットが設けられており、幅広い音作りに対応した製品です。まずはピグメンツを使用して作成したデモソングをご視聴ください。シンセのパートはすべてピグメンツで作成されており、1台でこのように多種多様なサウンドを作成できるため、最初の1台目のシンセとしてもお勧めできる製品となります。ここではピグメンツが持つ機能の中から特徴的な項目をピックアップして解説を進めていきます。まずはオシレーターセクションを確認していきましょう。オシレーターが2機あることが確認できますが、各オシレーターは近年流行となっているウェーブテーブル方式とクラシックなアナログシンセサイザーの特徴を持つアナログ方式というキャラクターの異なる2タイプのオシレーターがそれぞれ選択可能です。ウェーブテーブルはあらかじめ用意された豊富な波形データを呼び出し、こちらのポジションから再生する箇所を指定できます。また、読み込んだテーブルデータに対して FM、フェーズモジュレーション、フェーズディストーション、ウェーブホールディングといった近年よく見られるオシレーターモジュレーションが用意されており、複雑な倍音を加えることが可能です。このテーブルデータは初期プリセットだけではなく、独自のテーブルデータを読み込むことも可能となっています。こちらのインポーテッドから読み込みファイルの指定を行い、ウェーブ形式のテーブルデータを読み込むだけです。このようにウェーブテーブルデータがインポートされます。通常、ウェーブテーブルはウェーブファイルとなっていますので、独自のオーディオファイルなどを読み込ませることも可能です。読み込んだウェーブファイルの中でオシレーターとして使用される範囲は、ファイルの先頭からスタートして最小で2048サンプル、最大で524,288サンプルの間が使用されますので、例えば 44.1kHz のサンプルであれば、ファイルの先頭から最大で約12秒分がオシレーターとして使用可能ということになります。試しにこちらのボーカルデータをインポートしてみると、このような形でオシレーターにインポートされます。ポジションの値を動かしても歌の歌詞を聞き取ることはできませんが、これは読み込んだオーディオデータの中から2048サンプルごとに一つの波形が読み込まれているためです。したがって、オーディオファイルを読み込めるといっても、サンプラーや PCM シンセなどとは基本的な用途が異なるといった点に注意が必要です。次に、アナログ方式のオシレーターを確認していきましょう。こちらは1オシレーターにつき最大で3つの波形を重ねることができます。ウェーブテーブルとの大きな違いとしては、アナログシンセ特有のピッチの揺らぎを再現するこちらのドリフトというパラメーターによって温かみのあるサウンドメイクが可能です。今回はアナログオシレーターを一つ使い、パッドのサウンドを作成してみました。ドリフトを高めに設定しているため、コーラスにも似た広がりのある柔らかな印象のサウンドとなっている部分がポイントです。次に、ピグメンツ最大の特徴といえるのが、エンベロープや LFO などのモジュレーションソースの値の変化が全て確認できる点です。表示の切り替えを行わなくとも、
どのモジュレーションがどのように動いているのかが一画面の中で確認できるため、モジュレーションを対応した複雑な音色作成がより行いやすくなっています。各モジュレーションのエディットはこのように画面下側から切り替えて行うことが可能です。目的のモジュレーションを各パラメータへ適用する場合は、任意のモジュレーションソースをこのように選択し、アマウントしたいノブへと移動。そしてノブの外周に色がついている状態でドラッグをしていきます。アマウント完了後は、このようにモジュレーションソースにアマウント先が表示され、さらにモジュレーションを追加することで、表示もその状態が即座に反映されます。もちろんアマウント量の微調整もこちらから行えます。フィルターセクションは2機のフィルターが用意されており、こちらはここから直列、並列に接続を設定することが可能です。搭載されているフィルターも標準的なローパス、ハイパスが行えるマルチモードフィルターのほか、オーバーハイム SEM やミニモーグなど、ヴィンテージシンセのフィルターがシミュレートされたもの、さらにはコムフィルターやフォルマウントシフター、こういった特徴的なフィルターが用意されており、個性的で幅広いサウンドを生み出すことが可能です。これらにモジュレーションで動きをつけるという使い方もおすすめです。次に、ピグメンツの特徴的な機能の一つであるファンクションジェネレーターを確認していきます。この機能はエンベロープと LFO、両方の特徴を兼ね備えた機能で、こちらのプレイモードから役割を切り替えることができます。使い方としては他のモジュレーションソース同様ですが、このように自由にポイントを追加し、好みの形を作成することができます。点と点で結ばれたラインのカーブも変更することができるため、細かなニュアンスも表現ができます。また、ファンクションジェネレーターでは、ポイントをダウのテンポにシンク可能です。こちらの音色のように、リズミカルなモジュレーション効果を作成したい場合など、とても便利です。この音色では、ファンクションジェネレーターをウェーブテーブルポジション、FM、フィルターへとアマウントし、サウンドにリズムをつけています。ピグメンツにはシンセサイザー定番のシーケンサーやアルペジエーターといったフレーズ作成機能も搭載されています。ここではシーケンサーに的を絞り、特徴的な機能をご紹介していきます。シーケンサーはこのように入力されたノート信号からフレーズパターンを作成する機能です。最大16ステップを使用して一つのパターンを構築できます。こちらのピッチからはスケールの指定が可能となっており、例えばナチュラルマイナーに設定し、それぞれの値を移動していきます。その後、ノートで C を入力した場合、C ナチュラルマイナーのフレーズが再生されます。これに加えて、ステップごとのオクターブ、ベロシティ、ゲートレングス、スライド設定を行うことができますが、特徴的な項目としてトリガープロバビリティが挙げられます。これはステップの発音させる確率をコントロールできる機能です。例えば 50% と設定したならば、2ループに1回の割合でそのステップが発音されるというものです。さらにこの機能に近い項目として、ランダマイズといってピッチからスライドまでの全パラメータに対し、値をランダムにする機能もあります。こちらのランダマイズからオートリジェネレートをオフから任意の値へと変更し、こちらの各サイコロのランダマイズ値を上げることで、オートリジェネレートで設定した小節ごとに各項目がランダマイズされ再構成されます。変化の度合いはランダマイズの値に比例します。こうしたランダマイズ機能を利用することで、繰り返しのフレーズにバリエーションが生まれ、適度に設定を行うことで、フレーズのマンネリ化を防げる効果が期待できます。続いては、エフェクトセクションを確認していきます。エフェクトの構成としては、インサートがバス A、バス B、センドバスとあり、それぞれのグループで最大3つのエフェクトが同時使用可能です。インサートのバス A、バス B については、こちらより直列と並列でルーティング設定が可能です。また、それぞれのバスで
アウトプットの音量を個別で制御できるため、並列接続でそれぞれのバスに違う系統のエフェクトを使用し、それぞれを好みの音量で混ぜ合わせるといったことも可能です。用意されているエフェクトはスタンダードなものを中心に揃えられておりますが、歪み系については、オーバードライブ、ディストーション、ウェーブフォルダ、ビットクラッシャーと幅が広く、こうした歪み系を多用する現代的な音作りがしやすい内容となっています。先ほどご紹介したこちらの音色も、ウェーブフォルダを使用し、よりエッジの立ったサウンドに仕上げています。このようにピグメンツはウェーブテーブルシンセとしては比較的後発の製品となりますが、それゆえに隙がなく幅広いユーザーのニーズに応えられる優れた製品と感じました。デモ版も用意されていますので、この機会にぜひお試しください。それではご視聴ありがとうございました。